それはレース以上の体験。それは車の旅。君の情熱がどこかにある。君を動かす力がどこかに見つかる。自分が向かう道を見つけ出せ。プレイステーション。青は挑み続ける心。青はまだ見ぬ何かへの渇望。青は内なる情熱。あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます。青を灯せ。トヨタイズ。バリのタイヤ。Sport.スノコオイルはもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ皆さん使ってみてください。Some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work. Check priorities, I'm doing that first. Check's big and I'm sure that hurts, but it's checkmate. We ain't selling short, know the work. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind, 'cause I be on the work. You know I be on the work. Man, on a mission, I'ma get it. You know I be on the work. Yeah, we coming for the bags.
comeback. I'm calling plays, hit the pass, then the run back. Yeah, I'm far ahead and got a run last. But we ain't letting up, we never done that. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind. Cause I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Ain't on a mission, I'ma get it. You know I be on the way. Yeah. I'm on the way. On the way. On the way. I'm on the way. e スポーツ出身という注目のドライバーです。ゲーム野郎に本物のドリフトなんかできるわけねえだろ。ドリフト舐めてんのか。舐めてないです。僕これでもゲームでは日本一なんで。いつも通りゲームだと思ってさ。ふざけやがって。勝ち抜いてこいよ。限界を決めるな。自分を超えろ。アライブフーン。
さあ皆さんお待たせいたしました。いよいよこの後コース上 D1 グランプリベスト8からの戦いを始めていこうというところなんですが、いやーちょっと降ってきてしまいましたね。どういうことになるんでしょうか。コースの方がもう一瞬にして黒い状態にウエット路面となってきてはおりますけれども、それでももちろん行ってまいります。本当に久々にここ富士スピードウェイに D1 グランプリ戻ってまいりました。そしてこのモーターファン D1 グランプリを見に来ていただいた皆さん、本当にお待たせいたしました。ようこそ富士スピードウェイへ。ありがとうございます。皆さんのお越しを本当にお待ちしておりました。 D1 グランプリいよいよこの戦いが開幕戦ということになりまして、22年目のシーズンが始まってまいりましたが、異例の始まり方、昨日のベスト16まで行った勝ち上がった選手が今日8人、いよいよこの後ベスト8の追走によって優勝まで決めていくというところを皆さんここ日曜日では見ていただくということになりました。モーターファンフェスタの中でベスト8以降を行うということになりましたので、どうかですね最後までこの D1 グランプリ雨の中になってしまいましたけれども、どういう結果になるのかどうか見届けていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあそしてまずはそれぞれ、出演陣解説陣紹介してまいりたいと思いますけれども、まずは川崎さんですね。はい、まずは解説は、雑誌ドリフト天国川崎編集長です。川崎さん、川崎さん呼ばれてる。はい、今コース上ですね。今年も解説者で呼ばれましたドリフト天国の川崎です。はい、川崎さん大変なことになりましたけども、もうこれはもうしょうがないし予想もできていたんで、もう楽しむしかないですね。やはり会話はスライそうです、久しぶりにこんなたくさんお客さんが入って D1 グランプリの解説ができてすごい光栄です。皆さんと一緒にマニアックな話題で盛り上がっていこうと思います。わかりました。聞いたことに対して無視する、回答どうもありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたしますね。さあというところでですね、今日はさらに解説として、いやなんなら実況してもらってもいいかなとは私は思っているんですけれども、スペシャルゲスト、この審査席の方実況席の方に来ていただいています。今回のモーターファンフェスタの、総合 MC という形でこちらに来ていただきました安藤さんでございます。はい、安藤弘樹と申します。よろしくお願いします。はい、安藤さん、はい、もう D1 はとにかく見てみたかったということで、先ほどちょっとねオープニングでも言っておりましたけれども、そうなんです。本当に初めて競技は初めてです。ガチ競技は初めてです。映像では見たことあるけど、映像でもは見たことあるんですけど、ガチ競技初めてなんでめちゃくちゃ楽しみで、今基本的な情報ですね、学さんに学んでおりまして、ありがとうございました。なるほど。多分ねモーターファンフェスタの中でやりますから、初めてというね方もいっぱいいらっしゃると思うんで、まあできる限りですね安藤さんにもですね、細かいところなんでこうなるの、どうしてこうなったのかっていうところもちゃんとねお伝えできるように説明もしていこうかなと思いますし、素人目線で何か疑問があったらですねぜひ言っていただきたいと思いますし、なんだったらこのままずっと最後まで実況していただきたいなという感じも。すみません、情報が少なすぎて実況できないので、そこはもう学さんにお願いします。本当に学さんお願いします。じゃあ逆に本当に楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございます。はい。さあそしてまたコース上の方でお二方ご紹介してまいりたいと思いますけど、今年から D1 アンバサダーということで D1 を一緒に盛り上げてくれるこの方、レジェンド、はい、ノムケンさん。チース。はい、どうも。はい、皆様おはようございます。福山雅治です。違います。今日は格安航空券を使ってのこのこやってまいりました。久しぶりの D1 でこんなお客さん入ってるのは久々に見たね。はい。まあモーターファンフェスタのついででしょうが、ご来場いただきありがとうございます。やめなさい、本当にありがとうございます。ぜひ一緒にね盛り上げていただきたいと思いますけれども、さあそしてもう一方ね、この方もいらっしゃるかな、下田さやかさん。はい。おはようございます。下田さやかです。はい、元気だね。ですね、すみません。今日まともに走れないんですけれども、わざわざ私に来ていただいた方、すいませんでした。はい。本当に元気良すぎて、声大きすぎて割れちゃっててわかんないよ。本当に。はい。すいません、一言言い忘れました。はい。いいですか。
年より私D1 の10プロジェクト10、はい、違います。ネクスト10イヤーズプロジェクトのアンバサダーになってしまいました。そういうとこ違うから。あとは広報部長に下田沙也加、2人で仲良く手を取り合い、幸せな家庭を築いていきたいと思います。間違えてる。違うか。まあ盛り上げていきたいと思います。そうです。とにかくお二方よろしくお願いいたします。D1 ネクスト10イヤーズね、広報部長就任ということで下田沙也加選手なんですが、本来は選手として出ていたんで、本当はここの場で走るということもありえたんですけどもね。はい。今日は応援側に回っていただいたということになると思いますんで、どうかよろしくお願いいたします。さあということでですね、最初にもうすでにセットされているマシンなんですけれども、昨日ですね、もう単走それからベスト16まで行いまして、残念ながらベスト16に進出できなかったドライバー、さらにはベスト16まで行ったんですけどベスト8に行けなかったというところを早速紹介して、俺のこと紹介してくれないですか？いやもうだってそっちの紹介言ってくれって今ディレクターに言われたんだもん。そうですね、今後ろに聞きましたね。冷たいじゃないですか。僕のせいじゃなくて俺ずっと立ってて恥ずかしいです。ごめん。さあこの方も今年いますよ、辻さんです。イエーイ今日はですね、こんなにたくさんの方見に来てもらってるんで、初心に帰って、スタート地点行きますので。行くのね、雨の中ね。ただ何なかったら俺もうここで映んの最後ですそうかもしれない。巻きでやられたら映りません。はい、でもよろしくお願いしますよ、辻さん。お願いします。スタート地点ね。はい、よろしくお願いします。はい、楽しみにしております。頑張ります。はい、よろしくお願いいたします。よかった。さあというところで無視したわけじゃないですけど、そうなんです。指示があったからね今ね。はい。さあそれではですね、早速ベスト16までというところのドライバーを紹介してまいりたいですけども、昨日残念ながら単走16以上がベスト16に残ったんですが、まず単走の17位ギリギリというところでした橋正和選手です。さあそして続いていきましょう。18位というところはフォロターシルビア斉藤久志選手いるのかな、ちょっとどこだかわかんないんですよね。確認できないですけどね。さあそして第19位というところになりました。 SR でシルビアで頑張っている村上充選手、黄色いマシンだと思うんですけども、今手振ってましたよ村上選手。いました。レジェンド、残念ながらベスト16に残らなかったゼッケン78番レクサス RC に乗る上野貴弘選手。いたオレンジのね新しいカラーになったやつね。また次回頑張っていただきたいと思いますけれども、さあそしてゼッケン16番をつけますエース1号は山口浩二選手、21番手というところでした。新しいカラー、紺に黄色のストライプが入ってるやつかな。さあそしてゼッケン93番ランキングは22位というところで落ちてしまいました。本来は4枚乗り、しかし今回から S1 号増田和之選手、派手な花柄みたいなシルビアですね。一番多いな。そして23位というところで単走を走ることできなかったのがピンクのシルビアに乗る下田沙也加選手です。広報部長ね。全く単走を走ることができませんでした。さらにはですね、昨日ベスト16の戦いを行いまして、まずは負けてってしまったということになりますけれども、残念でした。180に乗るメクワ幸次郎選手、これ次戦期待いたしましょう。メクワ選手必ず来るはずです。それから続いて岩井選手に負けてしまいましたインフィニティ960に乗りますそば切り広大選手、赤いマシンそば切り若手オープン、本当若い、次回期待したいところであります。そして川端選手に残念ながら負けてしまったピンクの S1 号に乗る茂木武史選手です。茂木選手、今シーズンもぜひ頑張っていただきたい。さあそして4組目、ここはルーキー尾藤選手に負けてしまいました A90GR スープラに乗る斉藤慎一郎選手。斉藤選手 GR スープラはいないかな。さらにはですね5組目で中田哲郎選手に敗れたというより走ることができなかった、エンジンが壊れてしまいました北岡祐介選手はマシンを持ってこれてないですよね。それはねエンジンでいっちゃいましたからね。さあそして6位目で Alright everyone, welcome to the live stream here for D1 Grand Prix Fuji Speedway.
We're about to start the best 8. You are now watching the English broadcast. And to everyone joining us over from twitch.tv, welcome. Glad to have you here. We're about to end that stream and then start this one. G1 の中での一番最軽量、ちょうど1トンのボディということになります。1トン。はい。さあ、そして8組目で横井選手にね、これ僅差でしたからね、よもやがあったんですけども負けてしまいましたミスターアベレージ森高弘選手。ねえ、いい走りしておりました。次戦期待いたしましょう。さあ、というところまでが昨日の戦いで敗れてた選手ということになりまして、さあ。So unfortunately, a bit of rain here, as you can see. Not ideal weather for drifting. Of course, this a high-speed course, great for making lots of smoke for the high-speed drifts, big horsepower. So none of that today, unfortunately, but we have a huge crowd here at the Motor Fan Festa. So it'll be fun to show what these guys can do in front of a big crowd here. This is a free event at Fuji Speedway. And despite the weather not being ideal, a lot of people came out here today. So it's not just D1 Grand Prix here at Fuji Speedway, it's also, like I said, the Motor Fan Festa. There'll be other activities going on the track during the day, car displays, ride-alongs, and other things like that. この追走がどういうことになるか FC 乗り岩井照義の対戦ということになります。はい、GR86 そして FC RX7 の対戦が1組目ということになります。 So we ran the top 16 yesterday. Top 16 and qualifying was run on Saturday. That was the only thing that was going on here at Fuji Speedway as the event was set up. And today's Sunday, the main event, best 8 onwards. チーム東洋タイヤのエース川端正人、その対戦相手は2021年度の D1 ライツシリーズチャンピオンでもあります伊藤弘樹ルーキーが対戦することになります。 So we have a nice mix of drivers here in D1 Grand Prix today. A few former GRAN champions and a couple of brand new rookies, including, you just saw there, Vito in his S13 Silvia, graduating from D1 Lights to D1 Grand Prix this season. そしてその対戦相手は追いマシーン D-MAX-S15 に乗るベテラン末永正夫です。 So this is the driver introduction right now. We'll be starting the drifting main event very shortly. そして最終組8組目、この対戦が非常に面白い。 VR 搭載の180上尾勝弘、そしてその対戦相手はまた再びチャンピオンを今シーズン必ず奪回するということを言っていた難関タイヤを履いて頑張ります横井正史選手です。 This is going to be a good battle there. Yokoi versus Ueo. Multiple D1 Grand Prix champion. Sticking with the same setup. And another D1 Grand Prix champion, all the way back from, I think it was 2003 was the last time Ueo won. Brand new 180SX build with a GTR engine. どういう結果が待ち受けるかは、ここ今ヘアピンこの雨の中で見守るすべての方々、本当にね、そこがもう分かることのみということになります。さあ、それでは皆さん、この8人に対して素晴らしい戦いを期待して大きな拍手をお願いいたします。 I hope those of you who are watching the Twitch live stream enjoyed that little bit with the race queens. それでは始めてまいりましょう。2022グランツーリスモ D1 グランプリシリーズラウンド1富士追走ベスト8がスタートです。 And with that, we are starting the best 8 of the first round of the 2022 season of D1 Grand Prix. 全日本ドリフト選手権 D1 グランプリスタート。はあ、やっぱりそこは土屋圭一さんね。
はここで D1 グランプリを支えていただいている皆様をご紹介してまいりたいと思います。グランツーリスモ D1 グランプリシリーズは皆さんのご支援で運営されております。シリーズタイトルスポンサーグランツーリスモ、オフィシャルタイヤスポンサー東洋タイヤ、パートナータイヤスポンサーバリノタイヤ、芝タイヤ、ビッツァータイヤ、ケンダ、パートナースポンサートネ、スノコ、グラムライツ、アルティア、 ATS、 プロジェクトミュー、 BN スポーツ、ブリッド、オフィシャルアワードドリンク奥の松酒造、メディアパートナードリフトスピリッツ三栄、さあ以上の支援で運営されているということなんですが、とにかくこの後一体 Alright, everyone, if you are new to drifting, if this is your first time watching a drifting competition, well, you come to the right place. D1 Grand Prix, the longest running drifting competition in the world, started back in 2001 in Japan. そうですね。そうですね。はい。 And we're out here today at Fuji Speedway for the first round of the 2022 season in unfortunately wet conditions. It would be nice to see these guys drive in the dry. So you get all that fun smoke and speed. But never mind. Rain usually means a bit more action when it comes to spins and also close driving. It can be a little bit easier for the guys to catch up to each other in the wet. Now, if you are new to drifting, well, how is it judged? Who is decided the winner? What do they have to do to win a drifting competition? Well, this is the course we'll be using here today. It's the Fuji Speedway, the hairpin, starting all the way back at Coca-Cola Corner. They start back there on the straight, accelerate through a long sweeper, start drifting up over into the hairpin, under the Wakos gantry, and then accelerate out over the finish line. So it's essentially a two-corner drift. It looks fairly simple when you look at it on the map like this, but there is a lot to it. There's a fairly big elevation change as you come up and down into the hairpin. The hairpin has a slight bank to it as well, and it is a very sharp left. It might not be a hairpin by other track standards, but by here at Fuji Speedway, it's definitely a hairpin. 追走で走ります。先行後追いという形になります。これは1本行ったら今度はすぐ入れ替えて。So the way it works in D1 Grand Prix, we send out the two cars battling head to head. The higher qualifying ranked driver will go first and do the best run they can in the lead, using every part of the track, edge to edge, with as much speed and angle and aggression as they can show. The chase car, it's their job to keep up with the lead car as best as possible. If you can chase the lead car, make it look easy, slide your car right up to their door, to their rear quarter, then back off as they switch angles and then tuck in again. Just make it look easy to chase the lead car. You're going to win. Things like overtaking, intentionally bumping people and stuff, that's not allowed. You're not going to win by that. はい、加藤さん、はい、お願いいたします。そしてもう一方は山田英二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。加藤さん、はい、
Despite what you may have seen before, drifting is a non-contact sport. Well, it should be. But of course, today in the wet, the chances of seeing a crash are fairly high, at least at some point. So of course, these wet conditions really shows a different set of skills. There are some drift drivers, in Japanese they're known as an amiyaro, or a rain guy. They're good at drifting in the rain. Now, there's various reasons for that. Some people just naturally have good acceleration skill. And some people, it's generally guys who grew up without much money who are better at rain drifting. It's kind of a stereotype. So the reason is because they'd go out when it was raining, because you save money on tires. そうなんですよ。だからちょうどね、これ皆さん見てるちょうどこのイン側ですから、まあ4 One good example, the Drift King, DK Keiichi Tsuchiya. He grew up in the state of Nagano, or the prefecture of Nagano. It's a mountainous area in Japan, which is covered by snow for a fairly large amount of the year. So he would go out in his little Datsun with cut springs and drift around in the snow, try and drive as fast as possible through the snow. 得点と後追いポイントではありませんから、いわゆるそれぞれが10銃を持った中で、We're a fair bit detached from that era right now. We're not driving around in Datsuns on cut springs. Professional drifting cars these days are on par a lot of the time to regular racing cars. We're talking 600, 800, sometimes 1200 horsepower. いやいやいや、それの方が、いやいや、それの方がいいのかなと思いましたんで。はい。まあでもね、今日は選手にとったらすごい難しいと思う。で、特にゾーンを狙おうとするじゃない。はいはいはい。で、ゾーンを狙おうとして、ちょっと超えちゃった時に縁石に乗った瞬間に。So the wet should make it interesting to see who can handle it. You can see there on the screen there. One of our judges, Tarzan Yamada. If you're a fan of option video, you've probably seen Tarzan before. He's a test driver, race driver. He can also drift pretty well. He's explaining that the drivers will have a really hard time hitting those clipping points and those zones that they need to hit. So I'm sure a lot of you have played games like Gran Turismo and other drifting-related games before. Well, Gran Turismo, obviously, there's a drifting part in it. There's sometimes parts on the track that you need to hit. Little areas on the track that you need to put your wheels through to get those points. Well, it's the same thing here. They are marked on the track, so it should actually, are they marked today? Yes, they are marked today. They keep them marked with chalk, so they're kind of easy to see. 超えた中で横向けてということになりますから。ただいきなり来たらほとんどなんか横をすっ飛んでいくのが見えてるんですけど。見えてる。見えてますよね。見えてますよもう。見えてますよね。見えてるんですけど、まあその辺はちょっとこうどうなるか。If you do have Gran Turismo, you can actually drive here at Fuji Speedway if you'd like to check. The circuit we're at today is Fuji Speedway. 勝負がつくっていうことにはならないかもしれませんね。泥試合もあります。なるほど。You can check the layout yourself if you like. まずはウォーミングアップ、通常ウォーミングアップは入らないんですよ。違うな、路面状況が著しく変化したと。As you can see, big venue here. It's not a small track by any means. I'm really hoping these guys will be able to show you some good door-to-door driving today. It is the beginning of the season, so I will say it. Some of these guys are a bit rusty. You can see there that little marked box on the track, and that one too. They have to put their car through that zone to not lose points. Right there too. So good job there from Iwai in the RX-7. So that is our first battle, those two guys we just saw drive through the track there, Fujino and Iwai. So we're running the best 8 right now, so we have 8 battles to go, then the top 4, and then final. So fairly short day today here on the stream.
I know there's a lot of motorsport going on around the world today. So thank you to those of you who are joining us here on the D1 Grand Prix live stream. Of course, D1 Grand Prix is a series that runs for the entire year. You can go to d1gp.co.jp to see the schedule. And of course, all of those will be broadcast here on YouTube as well. でさらに言うと前にくっつかなきゃいけないっていう要するに諦めちゃいけない。僕行かないようじゃダメなんです。 So I'm sure our regular viewers are going, oh, Alexi's just explaining stuff to all the new people. Well, I've got something to say to you guys, our regular viewers. Iwai, if you're a regular viewer, his FC RX-7 there, you know it's a 3-rotor. And you'd also know that he had a bit of a struggle last year, the last couple of seasons. Not always showing the best driving. Well, he's been doing really well this week, and he's changed to Federal tyres for the 2022 season. I think the Federals suit his car setup a bit better than the previous tyres did. 競技の解説もそうなんですけど、コースアウトが出るじゃないですか。ちょっと事態収縮に時間がかかるじゃないですか。ただ僕のマニアックな解説が入っていくんで、それもまた What else is there going on around the world right now? There's Formula One. Saw someone in chat saying they're going to Talladega tomorrow. I think there's, I believe there's some sort of endurance racing going on in Europe as well. We're all glad that motorsport is back. And we are about to start the first battle of the best 8 here at Fuji Speedway. Leading this first run, Fujino, a former D1 Grand Prix Grand Champion. Brand new build there, that's the new Toyota GR86. But it has a 2JZ engine from a Supra versus the old school style RX-7 of Teruyoshi Iwai. さあ今両者スタート地点。今シグナルが赤3つ点灯、そして消えたら動き出すということになります。ドライですと非常にスタートも重要で。As you can see, both drivers with their wipers on, so the rain has not stopped. さあ綺麗にスタートしていきました。まずはどういう Hopefully it 形で stays consistently wet. The patchy track conditions are never fun. Right here they come onto the front, the front straight part of this track. Both drivers very smooth, looking off the accelerator for a long time. Going to keep it on track. Drops the wheel over the edge. Oh, these are sketchy conditions here at Fuji Speedway. But a very smooth run from both these drivers. And there's a lot of angle considering how wet this track is. Look at that angle. Any normal car would have spun out by now. See the EY going into the final corner with a bit too much speed. He had to back off to try and stop the car from going over the edge of the track. Now dropping a wheel over the edge like that for the lead car, if you drop a wheel over the ripple strip, you are going to lose points for that. オーバー狂わせって言っちゃいけないよこれは。いや後追いで取ったってことはね。ほぼないですから。そうですよ。だっていつも言うじゃないですか。はい。追走勝利何割。そうですよ。あれ1割ないんですから。All right, there's a score there. Chase car, the RX-7 with a 7. Lead car with a 6. So chase car lost a bit of angle there at the end there, but lead car going over the track limits. 多分今のところただ後ろにいい車につかれるとちょっとビビるんです。でも先行これもうミスしなければもう富士の選手それが出るんですよあの人。 So the scoring we're using at this round, we're not using the computerized judging system DOS. We're using human judges this weekend. With the scoring system, both of the drivers get a score out of 10. So if you see a score that's like, for example, a 9-8, both of the drivers did very well. You see like there we just saw a 6 and 7.
Sort of an average run. Would have been a little bit higher for Fujino, maybe an equal score, 7-all, if he was able to hold it and not drop off the edge of the track. 17インチ245ですよ、後ろ。それだけ細いですね。誰でも買えるようなタイヤですよ。So internet favorite, the RX-7 of EY. そうですね。ですもんね。19インチですね。EY, always been driving old style cars, always sort of a couple of generations back. He used to have a Starlet back when everyone was driving Silvias. Right, second right now, EY with the advantage in the lead. Fujino is really going to want to get on his door after this transition. This is Fujino's chance right here to tuck in. He hesitates a bit though, but he tucks it in there. Look at this door-to-door drifting here at Fuji Speedway. But he falls away. EY starts to pull away from him. Fujino not able to keep that angle and keep that proximity. This might go in favor of EY in the RX-7. Fujino did play this right. Look at that. He comes in a little bit late, a little bit less angle to try and build his speed up. But right here you can see he hesitates on the transition. If he didn't hesitate like that, look at this, he's got too much speed there as well. Has to slow down and allows EY to pull away. It's split-second decisions here, especially in the wet, where every motion is amplified. You have to be so smooth on the steering. Right, watch this transition. Right there. He's straightened for a split second. Whereas EY though, he still hit the zones, he was smooth. There's no problem with that lead run. I think that means we have a one more time with this battle. So we don't have a one more time battle in the top 16, but we do here in the best 8. So we're going to see these guys run again. Now the good thing about this, they're used to it now. They know how they need to drive. So what you need to think about now is, if you want to play along at home, what strategy would you take as these drivers? What's the strategy these guys need to do right now? So all of these drivers do have spotters. They're up here near the judging stand. They see what the judges see. They're listening to what the judges say. And they'll be on the mic giving advice. Let's see there. EY maybe dropping his tire pressure down a little bit. Try and get some more drive out of the corner. So EY driving very smoothly but a little bit slow. You can see there Fujino, he does have a bit more speed. Let's see EY just driving away slowly, Fujino feathering the throttle. So EY, pardon me, smooth drifting from him, but I think Fujino's setup has a bit more grip. You can really see it. He can accelerate faster. I think the smart thing for Fujino to do would be hold back a little bit in the chase and go as fast as possible on the lead. Looks like that's what he's doing here. He's slowly starting to pull away from Fujino, but EY's going to switch back. Keep it on track there. Fujino's going to drive away from EY here, but EY is slowly catching up. Oh, another nice run from both these drivers.
それでも1ランク先行でこれ取っていくには難しいんですよ。走りの違いで、これ先行がワンランク取っていくのはちょっと難しいんで、もしかしたらイーブン。なるほど。ただもしかしたらワンランク取れるかどうかで、やはりイーブンです。7-7イーブンです。Okay, so it's an even score for this run. Yeah, Fujino, good run from his lead, but look at this. He goes in a little bit too fast here, just slides along, uses the momentum. Look at the rear tire. It's not rotating fast. It means he's just off throttle. He's off throttle for a long time. He's not showing the aggression that we'd like to see. ただセットアップがない時間でできて1週間前にできた GR86 で初めてのコース、初めてのコンディションで Conservative driving is not rewarded. 完成度と腕だから岩井君のはもう3年目のもの Fujino did not do well enough to get a whole 1 point extra. So 7-all. So there you go. This is about an average run, according to the judges. 乗りやすいもありますけど、よく見たら乗りやすさのための部品がメイクがやっぱ進化してる。去年とは全然違います。なるほどなるほど。そういったところに変な癖がないということですね。 You can see that the chase car EY, he's not off accelerated for as long as Fujino is. いや、それは2台まとめて、これ一つのチーム、これ藤野選手が2台まとめて作って、キレ角もすごいですよ、GR。 Of course, when I say average run, these guys are doing really well. I was talking to one of the judges last night in the staff room, and I said that really what they should do here is just send out a 300 or 400 horsepower car to show what an average drift car can do, just to give it a bit of a comparison. I think it would really show you how well these guys are doing. 先ほどはワンランク持っていきました。同じような走りができればまずサドンです。1本目はイーブンだけにここは藤野少し So don't forget, the tyre doesn't need to go in the boxes, it needs to be the bodywork of the car. So if you see the tyre just barely miss, it usually means the bodywork is in. Alright, here we go. That's a lot of angle from Iwai. Is he going to go off track? No, he goes right to the edge. He's losing a lot of speed though. Here we go, here's Fujino's chance. Oh, but once again, Fujino starts to slack off a bit. Oh, this is so difficult to judge. 今確かに川崎さんがこれ持ちこたえられるのかなというところを持ちこたえられちゃってるんですよ。あのハンドリングというかね。Iwai going into this corner looks like with about 5 or 10 kilometers an hour extra speed. And there you go, we have a score there. It's only a 0.5 difference. I think that's deserved though. So the winner, he's just showing extra speed. 大健闘ミスがなかった追走で長いこと岩井選手の追走を見て So the winner, the chase car. 一番良かっただって自滅してないもん。そうなの、自滅してないのね。相手が悪かっただけ。走りの差で藤野選手に行かれただけです。そうです。これ今年は分かんないですね。ね、分かんないですねこれね。いろいろ相性がいいんでしょうね。今年のセットはね、タイヤ含め。さあ。というところでまずはなんとかこれギリギリでした。藤野秀幸がベスト4進出を果たしました。さあそしてベスト8の2組目参りたいと思います。 So there you go, that's our first battle here in the best 8. These are the conditions we have to work with. ウォーミングアップですね。はい。これからウォーミングアップに入っていくということになりますが、とにかくこのウォーミングアップでどう感じ取るかですよね。ここで初めてこの So it's a shame for Iwai. It looks like he's going to have a good season this year with his new tyre choice, running Federal tyres. Previously having big troubles with that car understeering. Looks like he's sorted that out for this year. So we'll be seeing him at round 2. Now this is not Fujino on screen right now. This is a teammate. This is Kawabata. It's a different car. 仕上がっているということを感じ取っているこの川端にとってこの雨の中今藤野の走りをおそらく見届けていたでしょう。さあしかしここは新鋭ルーキーです。今年から初この G1 グランプリデビュー。 He's going up against this guy here, Vito. 2021年度の D1 シリーズライツのチャンピオン。 The 2021 D1 Light Series champion.
That's the series that's one rank below D1 Grand Prix. そしてビト GR86 も 2J そしてビトのワンミアの方もこれ 2J はい So Vito's car. And this in one Via, it's the Silvia with the 180SX front on it. Running a 2JZ engine. Now, if you're thinking the car looks fairly similar to what Naoki Nakamura the design he uses on his cars. Well, he runs in the same circle as all the Meihan guys. この川端選手の乗る車を藤野選手が作ってるわけですから。ただ2人の乗り味の違いでね、乗り方の違いで若干。So Hiroki Vito, he's half Filipino. 基本ついてるパーツはタイヤ含め。 So for any Filipino people watching, he's the highest ranked Filipino in D1 Grand Prix. もう川端選手ははい理解した上。はい。かっこいいですね。かっこいいですね。いやこの全然ね、時代が違う2台のマシン、そしてね、そうですね、はい、まだまだシルビア勢 AS15 のシルビアとかが、この D1 の中ではやっぱりこうトップをね、守る状態になってますけども、やっとですね、去年から GR スープラ、さらにはこの GR86 がこういった新しい。So interesting battle here for Vito. Kawabata, the D1 Grand Prix champion. If you've ever seen the Toyo Tires GTR drift car, that was the car that he drove. He's out this season in the brand new GR86. Fresh build. Both his car and Fujino's car. It was 2JZ powered, Toyota Supra engine. He's up against Vito, who is first time in D1 Grand Prix here today. Just graduating from D1 Lights. So this would be a fairly amazing thing for Vito to topple Kawabata in his first battle. So the car Vito is running. A 1 Via, a 180SX front, Silvia rear, as opposed to the Sil 80, with the Silvia front, 180SX rear. The front ends are interchangeable. So Kawabata will be leading this first run. All right, let's see what Vito can do in the chase. Of course, we know that all of the Meihan guys, all of them are good at chasing. Let's see what Kawabata's going to do in his lead run. Oh, Vito having to take a very shallow line to keep up. I think there might be a bit of a grip difference here in the wet between these two cars. So Vito's car performing well yesterday, but today maybe not quite used to these conditions. Kawabata's line all the way to the edge of the white line. With Vito there just straightening up slightly to try and get a bit more forward momentum. Well, Kawabata though dropping wheel off the edge of the track. Now, chase car does not need to hit the zones. It's the chase car's job to just keep up with the lead car and imitate the lead car. So 7 versus 6.75. So only slight advantage to Kawabata. 7対 6.75 というところどっちかが 0.5 多分引いたのはビト選手の後ろの Yeah, look at that right there. Lead car wheel off the edge of the ripple strip onto the little concrete bit there. その後のライン取りもだいぶ小さいところをビト選手行かざるを得なくなっちゃうんですよね、川崎さん。はい、この後はないです。 So similar to our previous battle with Fujino in Iwai, the GR86 with a bit more grip,
and their opponent a little bit less grip. わずかですが川端正人ということになりますが、尾藤としてもまだこれは差がない、十分にいけるチャンスがあるということになります。さあどうやらセットされました。入れ替えの2本目回りたいと So 思います。 Vito has a big job here to try and take down Kawabata. 2本目のスタートということにな Very ります。 slight advantage to the chase car in this battle. どちらかが大きなミスをしようもんなら一気に逆転ということも十分に考えられますが、今動き出しました。さあ紫のマシン、まずは尾藤が来る。それに対して青いマシン。 Let's see what Vito can do in the lead. If I was him, I'd keep it slightly shallow on this entry to try and build as much speed as possible. さあどうだ、横を向けた状態で尾藤も悪くない。 All the way to the edge. Switch back here. Wow, very aggressive. A lot of angle from Vito. Is he going to spin out though? A little bit too much. What a shame there for Vito. He threw that in so hard. That was big angle for these conditions. And hands the win to Kawabata, unfortunately. I was really hoping he was able to hold that angle. It looked great. You don't always see flicks that hard in the dry, let alone here in the wet. See that Vito used a bit of the handbrake on the entry to try and get the rear out. He's doing everything he can here. Watch this flick here. Look at the angle all the way onto the ripple strip, which is fairly low in grip compared to the blacktop. I was really hoping he could hold that. Look at the front wheels. It's banging off lock. What a shame there. Good show there from Vito. He threw it all down to try and win that. And unfortunately spinning out, giving the win to Kawabata. So Kawabata will move through to the final four up against his teammate Fujino. So we have a GR86 head-to-head battle in the top four. We'll see Vito next time. Great debut here at D1 Grand Prix, making it through to the top 8. The drift was going great until it wasn't. All right, moving through to our next battle now. Nakata in the JZX100 Mark II. Yesterday we were hoping to see a red JZX100 Mark II head-to-head battle with Kitooka. Unfortunately, Kitooka splitting his block before he got to the start line. Coolant and oil everywhere. Absolute catastrophic failure of that engine. It's a big shame. So Nakata moving through with a bye run to the best 8. He's up against this guy here, Masao Suinaga in the S15 Sylvia. So there's two similar looking cars here this weekend. Suinaga's car and Yokoi's car. We'll be seeing Yokoi a bit later. So Suinaga is the one with the fluorescent green trim on his car. Yokoi has red. So for the drift car spotters out there. I'm not sure if there's a big difference between Fujino and Kawabata's car, though. I'll have to go and find out if they've colored something differently, or have to look at them side by side and see if we can tell. メカニックよくスタートも良くなったし、いろいろといろんな機能も不満だった部分がかなり良くなったんですね。いろいろね。ということはこういったこの路面の中においても、そうですね。もしかしたらこのブーストの微細なアクセルがね、そうできていると、できるようになっている可能性もありますね。そうですね。はい。ただ僕の見立てとしてはね、安藤さんね、昨日の単走の走りなんですけども、やはりこの青い2台はなかなかいい仕上がりしてると思いますよ。特にその中でもエースはどっちかというとちょっと横井選手なんですけども、今回は末永正夫選手今走ってくるの方が今走りはいいかな。ああ、そうですか。はい。木をてらってない。So Nakata's JZX100 Mark II. ただね、鹿児島男
still has a fairly traditional look to it. We could rewind to maybe 2005 and his car would fit in back then too. Candy red, a popular color for the JZX100. その率出したら結構いきますね。その率が高いのが末永正夫選手ですから、それなければ僕はね、状態はかなりいいと思います。なるほど。見てる方が楽しみですけどね。喧嘩率っていうんですかあれ。そうです。で、中田哲郎選手はこのベスト8までが2回目。で、これ以降はない。ああ、そうなんですね。もし勝ったら初。はい。ということにもなりますので。You could swap the current window banner for an old school orange D1 Grand Prix one, and that car would look like it would fit in back then. さあ両者ウォーミングアップを終えて戻ってまいりました。それでは参りましょう。ベスト8の3組目の対戦に行きたいと思います。中田哲郎 VS 末永正夫の Ready comes our next battle. Leading this first run, Tetsuro Nakata versus Masao Suinaga. So we've already seen the kind of driving we should expect here today. Let's see if we can get some more door-to-door in the wet at Fuji Speedway. Here we go, entering the course. Already late on the transition there, Nakata missing his line completely. Finishing the course with nice angle there, Suinaga in the chase. For our regular D1 Grand Prix viewers, unfortunately the regular Tone girl, Misaki, is not here this weekend. I believe she's at a superbike race. Right, so a 1.5 point advantage to the chase car, Suinaga. Nakata only getting a 5 for that run. One driver we were hoping to see here this weekend was Naoki Nakamura. Unfortunately, he broke his engine yesterday in practice and wasn't able to make the start. I was really hoping to show you his new car. It looks absolutely amazing, the S15. Typical Naoki style. Very flashy, really cool. Fortunately, though, not here. We might get him back later today for some the demo runs they'll be doing here at the Motor Fan Festa. It's a big crowd here this weekend at Fuji Speedway. Part of that is due to the fact it's the Motor Fan Festa on today. It's a free event. You do have to pay for parking though, but that's okay. There's lots of displays on the main straight, pits. You can check out racing cars, classic cars, show cars, and all sorts of things. The midday attraction is this right here, the best 8 of D1 Grand Prix. Here we go, second run. So Suinaga in the lead this time with the advantage. Comes in with bigger angle in the chase there, Nakata. Well, he's doing a good job in the chase. Oh, he starts to fall back a little bit though. Oh, is that going to be a 1 point advantage to him or not? He needs almost 2 actually to win that. So even if this ends up as being an even score for this run, Suinaga's going to win it easily.
いうことになると、出ました。やはり 0.5 は取ってました。末永6に対して永田哲郎6。So Nakata actually getting a higher score for that chase run, but unfortunately, due to his huge line miss on the first run, the winner in the S15, Masao Suinaga will be going through to the final four. これ同じチーム同じチームという。ベスト4ね。まだそう言っちゃいけない。そうです。まあね、まだわかんないですね。わかんないです。はいはい。なぜならば。Okay, so this brings up something interesting. We could have a team versus team final in the top four. So our current top four is Fujino versus Kawabata. Now Fujino in the Toyo GR86, Kawabata also GR86 Toyo. Now the winner of this last battle was Suinaga, D-Max S15 Sylvia. This next battle, Yokoi versus Ueo. Now Yokoi is also driving a D-Max S15. So we could have 8686 S15 S15 on the same team for the final four, and then one of those two will go through. Potentially. But the person in the way of that confusion is this guy here, Ueo. Brand new build from him, VR38 powered Nissan 180SX. So it's the engine out of the latest generation Nissan GTR. And I'm sure you can all hear that even through my microphone. That car makes a lot of noise. Ueo, previously driving an S15 Sylvia with huge bodywork on it, looked like a spaceship. He's been developing this 180SX for a while now. And this is the debut round of that car at D1 Grand Prix. He's up against this guy here, Yokoi. So Yokoi with the fluorescent red trim compared to Sunaga's green. So from this battle, if Ueo in the 180SX wins, we're not going to see that team versus team final, which would be kind of funny, I've got to say. But then again, I would like to see Ueo do well. So either way, it should be an interesting couple of battles coming up. So Yokoi's hot pit crew member there, they are allowed to change tyre pressures just quickly between battles and also between the warm-up and the actual battle itself. Looks like Ueo was just getting some confirmation there for his tyre pressures. Looks like Yokoi is okay with his setup. So Ueo in the 180SX, originally an A86 drifter. He won the D1 Grand Prix Championship in an A86. This was a long time ago though. Had a naturally aspirated Tomei-built engine. He's out here this weekend. You see that huge bulge on the bonnet there for the intake for the VR38 GTR engine. He's up against this guy here, Yokoi. Much more orthodox driver, just a standard 2JZ S15 setup that many people around the world use. It's a proven setup. So Yokoi, generally quite good in the wet.
さあこのベテラン同士の対戦どういうことになるか。このウェット路面の中、今シグナル赤3つ消えてスタート。さあ両者 Alright, here we go. First battle between these two. Ueo will be leading this first run in the 180SX. Yokoi already in a state of drift before the start line. いい角度で上をまくる。ギリギリうまくクリアしていく。それに対して横井がよれていない。壊れたかもしれない。駆動が抜けた。おかしいですね。Yokoi bailing out, driving off onto the apron mid-corner. Something broke on that car. Just rolling along, so the engine has cut out. There's nothing leaking, there's nothing scraping on the ground. Look at this, the biggest angle entry we've seen so far this weekend. Even in the dry, look at that, both of them all the way to the edge of the track. Yokoi stalling a little bit there as the car went over the ripple strip. That could have been the mistake that could have handed this win to Ueo. Yokoi doing a good job to realize something's wrong, backing out.昨日はね、急にエンジンが止まっちゃったやつって、例えばキルスイッチのスイッチがキルスイッチがオフになった。切れて走行中にいきなり止まっちゃった。そば切り行くんですね。 So there could be all sorts of reasons for that. 車のねじれでキルスイッチが Something could have, anything could have broken there. It could also have just been Ueo killing the engine himself. Maybe mid-corner, suddenly an oil pressure light came on. He could have made a split-second decision to kill the engine in case he'd lost oil pressure. Because a lot of these guys, they're not fully funded teams. Blowing an engine at the beginning of the season could be big trouble for some of them. Ueo doesn't have huge sponsors. So it could have just been that. It could have been him bailing out and trying to avoid destroying an engine. It could have just been a loose power connected to the ECU. You never know. Or even something like an input shaft snapping on the transmission. Oh no, he's returning though. ないですよね。スロットルがおそらく、はいはい辻君。今ですね、上尾さんのメカニックの方に聞いたんですけども、はいはい。昨日からスロットルがやっぱり調子悪かったらしくて、はい。それが出たんじゃないかと。なるほど。わかりました。今ね、ゆっくり戻ってます、辻君。ゆっくりと走って戻ってますから、おそらくアイドリングぐらいか。要するにスロットルが開かない、アクセルを踏んでもスロットルが開かない状態。電子系統何かあったのか。なるほど。まだ原因わからない感じです。わかりました。おそらくですね。Okay, so we've heard from Ueo's mechanic. Turns out that since from yesterday, the electric throttle was having some issues. So what we can assume from that is even if he pushes the throttle, the electric throttle body will not open all the way. So on the upside, there's nothing all that wrong with the car. On the downside, though, he can't accelerate, which is kind of necessary. なかなかもしかしたらすぐポンと治る可能性もある。そうでもしかしたら So if they can't get that fixed in time, look at that, the score is already 2-7 in favor of Yokoi. So I think that means we're going to see a double team top 4. Team versus team versus team in the final then.
れ時間とかどうなんですか、直す時間とかあるんですか。はい、あります。はい、ある程度のところ様子を見て、様子を見た中で、昔は5分間ルールとか言われてたんですけど、今はね、実は3分間ルールというふうになってまして、全部では。So it looks like he can idle back to the start line, just can't accelerate. 大丈夫そうだなって言ったら修理の方してもらいながら、でどこかでまだ長引くと、じゃああと3分ですということをこっちが表示を。Alright, so we'll see. Like if they know it's a problem that exists, that might mean they might be able to fix it very quickly. Even though Yokoi has a big advantage from that first run, it's still worth going for the second run if possible. I just saw there the mechanic pulled off a bunch of cable ties that were chained together. You can see that there in the official's hand. So it looks like they had a problem yesterday. They just kind of did what they could to try and fix it temporarily. Bit of duct tape and baling wire should fix it. はいはいはい、今またエンジンをかけてるんです。はいはい。あ、また止まったか。かかるけど、今エンジンかかりましたね。かかるけど止まる感じです。またかかりました。はい。かかったままね、かかってます。かかりましたね。はい。Are we actually fixing this with tape? It's worth pointing out now that it is raining and the engine bay probably is wet. Gaffer tape usually doesn't stick too well to hot, wet things. Alright, looks like we're good. Drift cars. From the most basic track day car all the way up to the top end. Cable ties and gaffer tape. Now the good thing about this run is, even though Ueyo has some issues, he's in the chase position now. So if worse comes to worse and the engine stops running, he should be okay. He won't crash into Yokoi. スロットル系にトラブルありというところで、エンジンが先ほどいきなり止まってしまった、そういう状況下の中、なんとか修理を終えて今スタート地点に来た。Alright, second run now. Leader Yokoi with a big advantage after that previous battle. Here we go. Let's see what Yokoi can do. Ueyo sticking close to him. Ueyo is doing everything he can. Ueyo's going to hit him. Saw that coming. Yokoi's going to be a little bit dark about that one. Should say that Yokoi and Ueyo have a little bit of history when it comes to this sort of thing. There's been previous battles that may have influenced Ueyo's driving in this particular battle. Ueyo being highly aggressive, so watch this, they flick back. Nice transition from Yokoi. A nice flick, solid flick. Didn't spend a long time rotating around, just flicked it out there, held that angle. Rips off a bit of bodywork. And there's the total score there. Ueyo only getting a 1 for that. Luckily, both of them still on track. Not a big crash. So the winner of that battle, Yokoi, moving through to the semi-final. So we have a situation here
team versus team, top 4. そうですね。こんな綺麗に揃っちゃった。同じカラー、同じ車が2台ずつ対戦するっていうのは、多分安藤さん、22年の歴史の中でこれないです。初めてですか？ないです。いや、ある意味歴史の我々ね、証言ね、目撃 Let's watch this again. Look at Yokoi. もう一個追加していいですか？はい。はい。 Misses that zone though. なんでなんでですか？いや、あと10分ぐらい大丈夫ですせっかく面白い話してあげようと思ったのに。話聞かせて、まだあと10分だ。聞かせてください。Look at away there. There was no way he was going to hold that. 大丈夫ですか？ぶっちゃけると86対決だけでも見れます。自分が担当している放送が始まってしまうっていう。生入れてます。いや、生じゃない。 So at top 4 now. もうすぐ始まっちゃうっていうね。始まっちゃうんだ。でも大丈夫です。 You might have noticed we had to explain that some of these cars look similar, even though they're different drivers. Well, those cars are going head to head now in the top 4. このベスト4は大変だ。 Fujino versus Kawabata. Now these guys are teammates. They both drive 2JZ powered Toyota GR86s in the Toyo colors. And the other top 4 battle, Suinaga versus Yokoi. すごいことだよ。この富士でね。この富士で。 Suinaga and Yokoi both S15 Sylvia 2JZ D-Max colors. 面白いですよね。珍しいですね。川崎さんが喜ぶのは。 So no matter what happens after this, our final is going to be Toyo GR86 versus D-Max S15 Sylvia. No matter who wins these next 2 battles. 3割ぐらいいますかね。もちろんですよ。本当ですか。いろんな人が戦ってるんですよ。 Now that also could potentially be 3割分かっちゃうんですか。すごいことですね。 D1 Grand Prix champion versus D1 Grand Prix champion as well in the top 4. Fujino, Kawabata and Yokoi have all won D1 Grand Prix championship. これチーム東洋タイヤドリフト GR86 対決、そして D-MAX レーシング S15 対決と。でこちらが当然東洋、そしてこちら側が南韓。ですから決勝戦は必ず東洋対南韓。だから決勝は86対 S15。これは決まってます。 Yeah, so the final here today, even though we are in the top 4, I'm going to predict the future. If you want to bet on the final, who's going to get into the final? It's going to be Toyo GR86 versus Nankang S15. So here we go, side by side. Okay, who is who? Don't tell me they both look exactly the same. They really do look the same. Do they have different colored mirrors or something? Alright, here we go. So the leader of this first battle will be Suinaga. Sorry, Fujino. The leader of this run, Fujino, being chased by Kawabata. So both of these guys, D1 Grand Prix champions. Should be interesting to see what they do here. Team orders. What an absolutely beautiful display of drifting there. If there's ever been evidence for the fact that a one-make drift competition would be a good idea, there it is right there. 66 in the lead, 88 in the chase. Mirror drift. Door to door. でも結果としてはこれより取ってますね。だいぶね。相当よりが出て、出ました。さあまずは1 So Kawabata getting a 9.5 for that chase, well deserved. それはそうですよ。綺麗すぎて取ってることを忘れてました。忘れてました。ただのツイン乗りかと思ってた。でもあれだけのツイン乗り最後まで行きましたから2ランクですよね。すげえな。本当に忘れちゃいますよね。いやー遠いで2ランク。これは What a great display of the craft there here at Fuji Speedway in the wet. In brand new cars as well. これ同じことを藤野選手できるということにもなりますよね。同じような
なラインっては同じようなアクセル踏むタイミング全部持ってますから、おそらくこれ多分同じ角 100R ついてきたらこれできますよね、藤野選手もね。これそうそうこの戦い、これ12時まで終わらないかもしれませんよ。そうですね。あと5分です。はい。本当にシャレにならない。はい、シャレにならないギリギリのところ行ってもらいましょうかね。入れ替えの2本目なんとか勝負つくかどうか。いや綺麗だなこのっていうか綺麗だ綺麗だって言っちゃっただけにすごい寄りしてたんですね。そうですね。実は。さあどうやらセットされました。いやーワクワクするドキドキする入れ替えの2本目だ。先行もうますぎてね。So Kawabata, the kind of driver who, when he's in the right state of mind, does really well. Though he is the kind of driver that when he breaks his mental state, he kind of falls apart. But he looks pretty comfortable here today. Let's see what kind of aggression we see from Fujino in the chase. So Kawabata with the big advantage in the lead. 先ほどの川端の方がいい距離にいたし、ここから来る、ここから来る、いや、ここから同じように来る、藤野がスーッとインに入っていく、さあ、どうだ、ここは逃げていく、川端、寄っていく藤野。Oh, that was a good run too. What do you think? Everyone watching at home, what do you think of that one there? Those two battles? これは完全なツイン取りじゃない。Gotta say, I think Kawabata in the lead. Maybe a little bit less angle than Fujino had on his lead run. I think we may see a winner from this, but it's going to be very close. No, there's the score there. So Fujino in the chase, only a very slight advantage. Yeah, that chase run just got it for him, didn't it? Kawabata with a 16.5 to 15. Great run from multiple D1 Grand Prix champion Kawabata. Very good job from both. No holding back at all. Just a better display of driving today from Kawabata. This is the second run, Kawabata in the lead here. He did have a lot of speed as well. A little bit slow there. Would have liked to see that flick there, that transition a bit more aggressive. But you know, here in these wet conditions, that's a high risk thing to do. It is more fun to watch, though. ということは藤野選手の後追い、1ランクか、0.5か程度だったんですけども、それを考えると川端選手の後追いはあれ完璧ですね。もういやー、まずは川端将人久々の決勝進出ということになりました。何しろ川端選手、去年の最高位 So we have our first finalist, Masato Kawabata in the GR86. いうことにもなるこの決勝戦、2020年の奥井吹に優勝はしてますけれども、そこから決勝戦が一度もないということになりますので、久々に決勝の座、ここまで来ました。とにかく今日は最後まで笑って走ると言ってましたね。はい、言っておりましたけども、今が相当いいところですよね。今相当ニコニコですよね。本当喜んでると思いますよ。もういい追走はできたし、いい写真も撮れたし、少し自分が回ったし。そうなりますと、この相手が誰にな So る now の we か。 need to find out who Kawabata will be going up against. Will it be Suenaga or Yokoi? することになるのか、末永正雄なのか、横井正史なのか。さあこれは本当にやらないと分かりませんが、どうでしょう。これ予想は。Can you see that helmet-looking thing the lady in the middle is wearing? That's it's like a papercraft. It's a papercraft helmet that the Toyota rally team was handing out. It's like a rally-style helmet with a little microphone on the side. And they ran out really quick too. じゃあヨネちゃん飛ばしていいですか。買い物さん、買い物さん。はいはい。川田選手のは今日一の後でしたね。ちょっとこういう言い方あれなんですけど、久々に川端選手の良さ見た。良さを見た。めちゃくちゃ見た。何年ぶりっていうぐらい。あの前に対しての合わせが絶妙完璧でしたね。いやちょっとねやっぱり藤野選手とか同門じゃなくて同じチームじゃないですか。ちょっとなんかそういう見せようぜ的な雰囲気があったのかと思ったんですけど、ガチだったね。ですね。
であれだけできたら、いやこの路面状況で、映像で、お客さんが見えてない一セクの部分も見えてるんですけど、一セクからの距離が異常だったんですよ。異常でしたよね。あれをやれるのは、本当もう数年も昔の川端選手の。Yeah, look at this chase from Kawabata. So we saw in that previous run with Ueo and Yokoi. Yokoi had Ueo had a pretty similar speed coming in the chase, but ended up crashing into the back of Yokoi. Whereas that chase there, Kawabata did a great job to hold his speed to match the lead car. いうところでまだその思いが引っ張れつつね、なんとかしたいという GR スープラもありますけれども、ここはまずこの86を仕上げてきたというところにはあっぱれ驚きね。どっちがかっこいいですか、ヨネちゃん。どっちの86がかっこいいですか。おお、かっこよかったですね。違いが分かったんですね。はい、かっこよかったです。違いが出たんですよ。そう見えてきちゃいますね。I really think these guys need to have something on their car to tell them apart, honestly. 今日ちょっと川端デーだね。Back in the day, Team Orange would do that by having different coloured wing mirrors on their cars. Each of the drivers had a different colour, even though all the cars were orange. Of course, the Nankang D-Max cars have different coloured trims on the bottom of the body kit. ペダルも今ノーマルだし、彼の好きなオルガンにして、もっと後ろに乗ってみたいなね、ポジションを変えて。そうなんですよ。彼のやりたいことを追求すると乗りにくい車になる。今回のテーマは僕のやりたいことは一切言わないでくれる。そうですね。全部任せると言ってました。All right, here's our next battle in the final four: Suinaga versus Yokoi. そういうことか。入れないから良かったということだと思います。じゃあ藤野選手の車を作る能力と、前で引っ張った走る能力とが、だから川端選手がこうしたいと言ってることが多分今までも間違ってたんですよ。川端選手のいい走りは全部藤野選手のおかげ。おかげそういうことで。で勝ったというふうにしときましょうよ。これはいいツイストできたのもおかげだし。藤野さん負けてしまったわけですから。逆に藤野さん喜んでると思いますね。俺が全部勝たせるっていうところだと思います。さあ今ウォーミングアップに入っているというところから末永正雄、横井正史と。I wonder if this would work for the wrap on those cars. Like you can see how they got different cut vinyls. Like if you use the one half of the cut wrap on one car and the other half on the other, so they're like inverted colors. Is that too much messing around? Well, I guess it makes it easier. I mean, they're wraps though, aren't they? So I guess it makes it easier if they just print two of the same one. Also, you'd be able to use like the same bumpers and things like that on both of the cars. It's not very cool though, is it? Yeah, I was really hoping that we'd be able to see Naoki Nakamura out here today in his brand new S15 build. Well, it's not brand new, it's the brand new livery, I should say. Looks insane. Typical Naoki style. I think the idea of what Team Orange used to do, just put a different coloured rear view mirrors on the car, the wing mirrors. Probably the easiest way to do it. Someone in chat said a different coloured roof. That's a good idea. A lot of drift drivers used to do, I'm not sure about other racing series, but a lot of drift drivers used to do that because the roof of the car, you can't really sell it as advertising area, so you just put on some custom design, your own custom design or something like that. Naoki Nakamura, last year's D1 Grand Prix champion, also has another interesting build, an S13 Sylvia with a V8.
So they've all been built kind of at the last second, a lot of hours thrown in, so there's a lot of issues they have to deal with. ワイヤーサイドの方がいい。全然そのいいですね、乗り方に対して、ね。で、この瀬川選手の元横井選手のね、チャンピオンマシンだから同じですね。さあ、どうやらセットされたという報告が At least we got to see Vito's S13 though. 同じマシン、同じカラーのこのマシン DMAX S15 が今セットされました。それでは参りましょう。ベスト4、2組目、末永正雄 VS 横井正史の1本目です。Alright, here we go. We have 2 battles to go here at D1 Grand Prix. This is the second run of the semi-final. First battle between Suinaga and Yokoi. Yokoi, former D1 Grand Prix champion. He'll be chasing Masao Suinaga in the lead in the green trim. Yokoi, red trim in the chase. You can hear a whole lot of limiter going on there with that battle. So this is actually similar to the battle we saw at the beginning, Fujino versus Iwai. Looks like Yokoi has a bit more grip. Suinaga's going for a much smoother run here. He's using a lot more accelerator. He's keeping the wheels spinning a bit harder than Yokoi is. It's easier to control in the wet, but at the same time, it's not as fast. Yokoi keeping it right on the edge of grip there. So Yokoi did make some mistakes in the chase there, but I don't think it's going to affect him too much because the lead car, Suinaga, he was a little bit slow. It should be a fairly close score. And there you go, similar to the battle we just saw there before with at the beginning with Fujino and Iwai. So the chase there did make a lot of mistakes, Yokoi, but he was very close for most of that battle. All right, second battle. This time, Yokoi will be leading. Let's see if Suinaga changes his style. I think Yokoi just can't help being run into today. What is it about Yokoi that makes him difficult to chase without being run into? Yokoi did slow down a lot right there.
Maybe more so than Tsunaga was expecting. 当然なると思います。出ました横井6に対して末永正雄に勝負ありというところで決勝進出。 He did slow down a lot, but it is up to Tsunaga to keep control. He did crash into Yokoi. Don't forget, it is wet here today. It's not dry. These guys are driving like it's dry. だったんですが、そこをさらにもう一歩コントロールできればでしたね。 Right, here's that run again. Yokoi in the lead. ところで横井選手が決勝進出ということになりました。しかし開幕戦からすごい決勝戦ですね。ということになりましたね。もうチャンピオン元チャンピオン同士の対戦というところ I've got to say, Yokoi's transition was quite late as well. ということにもなってまいりました。いよいよ決勝を戦うこの両者。 Is the way he's driving kind of baiting people in to come in too deep and too late? I don't know. 今ちょっと接触もあってですね。足がね。はい。足が大丈夫かなと。ドアあたりです。そうですね。何も影響なければ横井選手いいんですがというところ。そしてコース上に散乱しているパーツの回収に今現在入っております。このパーツ回収をクリアになりますと。 We're just getting the track cleaned up. Picking up the random bodywork scattered around the place. So there we have a result from that battle. So the winner, Yokoi, he's going up against Kawabata in the final. So we have a D1 Grand Prix champion versus champion here at Fuji Speedway. We have one more battle to go, the final for round one. 誰でも勝ちたいんですけど、横井選手は特にライツで MCR レーシングが開幕勝ってるじゃないですか。そうするとこうリーダーとしてはね、リーダーとしては地方戦でも MCR あ、そうなんですか。ドライバーが勝って、あ、そう全部あそこはもうチームで勝ちたいよ。パーフェクトでこの開幕戦を収めたいってすごい言ってました。そうなんです。そう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 。よくあるんですよこういうのね。大将が地方戦ライズ優勝して D1 で我が MCR が全部制覇だって全部制覇だっていう風にいつもね1個かけるんですよ。これですかじゃダあ。メダメダメ。そんなことはない。これですかかけるの。これって言われないようにやんなくちゃいけないからただの勝負じゃないですよね。そうですよね。いやというところになりますけれども、いやマシンの方の今接触がね不安がなければ。 All right, everyone, we're about to see the final battle here at Fuji Speedway for round one of D1 Grand Prix. So this weekend it was held over 2 days, one round. Normally it's 2 rounds over 2 days. But this particular round is being held in conjunction with the Motor Fan Festa event here at Fuji Speedway. There's a lot of displays here at Fuji Speedway this weekend in the pits. In the pit garages themselves, there's classic racing cars, supercars, all sorts of stuff here. And a huge dealer area, so no matter what you're into, there's something here at Fuji Speedway. It's good to see that motorsports events are coming back. The biggest crowd I've seen at an event for a long time. And despite the bad weather, a lot of people showed up here this weekend. One of the reasons for that is probably because it's free. Free entry here this weekend. You only have to pay for parking, which is nice. Normally if you come to Fuji Speedway just on a regular day, it costs about $10 to get in no matter what, just to get in the gate. So of course it's the first round of a series of D1 Grand Prix for 2022.もうお疲れ様です。この先に向けた今10年先に向けた D1 です。あ、そうだ。ネクスト10年ネクスト10年を10年前に戻さないでください。すみませんでした。本当にお願いします。予想ね。がじゃちゃんとやってます。予想ね。はい。ただ雨の日で慣れたタイヤとかね。はい。
いい条件はよく日本にあるとは思います。はい。例えばワイヤーのサイドとかね。なるほど。雨で特になるほど。雨のコントロールはそれがいいですよね。やりやすい。はい。っていう条件ではいいんですけど、ここまであれ熟成が早い GR。そう。ね。とさっきの後追いを見ちゃうと。So the next couple of rounds of D1 Grand Prix will be held at Okuibuki in June 11th and 12th. We'll be back at Ebisu Circuit. Unfortunately, not at Minami course. The famous course with the jump at Ebisu Circuit, Minami. Also known as the Drift Stadium, South Course, which is what Minami means in Japanese. It's been turned into a rally track. Ebisu undergoing a few changes. Some of the tracks having their configurations changed, their usage changed. Change with the times. It's kind of unfortunate, but we'll be back at West Course, running the front straight first corner layout there. That will be in August 20th and 21st. So after that, October, we'll be back down at another high-speed track, Autopolis down in Kyushu. And then the final round, November 5th and 6th. Hasn't been announced where that will be held yet. I will say this though, the venue at Odaiba in Tokyo, which was taken over for a long time for the Olympics, is now back to being a regular car park. So I wonder what will happen. It would be good to see D1 Grand Prix back in the middle of Tokyo at Odaiba, but we'll see what happens. That's just my speculation. I didn't say it's going to be on there necessarily, but it would be cool if it did. Of course, if you want to watch more drifting, something a little bit different to D1 Grand Prix, D1 Light Series is also being broadcast on this particular channel, the D1 Grand Prix movie channel. Unfortunately, this year there's no rounds being held in conjunction with D1 Grand Prix, so there will be no English channel. But Lights is always fun to watch. It's something a little bit different, a bit more accessible level of drifting. So if you subscribe to this channel, it should pop up when it is live. 今のところそうはなってない。今日はねそれが多いと思ったんです。そうもっと出るかなと思ったんですけども、さすがにここに残ってきた。そしてこの開幕の中で割としっかり合わせてきて、ねいい勝負を見せてるんじゃないかなと。岩井君がいい走したぐらいですから。そうなんです。僕今回の一応ね関東賞何にもないんです。何かあげたいんだ。何にもないんですけど岩井選手には関東賞を僕ちょっとあげたいなっていう。大舞台でね。そうなったかな。唯一どちらかって泥試合になりそうだったんですけど、それが全然なく、僕の期待を全く裏切って。That's right. There's also a big Renault meeting. Renault meeting here as well here today. It's one of the fun things about these events. Usually car clubs will have car meetings in conjunction with the car park, in conjunction with Fuji Speedway at the various car parks around here. Of course, this being a racetrack. There's a lot of car parks. So I walked past an entire field of Renaults and Alpines. I thought this might be the case, so it looks like they're repairing the rear end of Yokoi's car after being hit twice here this weekend. Hopefully there wasn't anything too wrong with the wheel alignment. Once again, tape is involved. リアンの足回り当たるとやはりこの塔が中入っちゃったりとか、キャンバーがとかいろいろと影響は。Pick camera brought to you by Potato. はい。どうでしょう。スペアカーが後ろに映ってますね。いや違いますよ。そこからまあスペアカーになっちゃいましたね。同じ部品ですから。In Japanese, it's Jagaimo. The word for potatoes is Jagaimo cam.
多少のアライメントだったらということですか、それとも逆にこういう時だからこそ辛いですか。こういう時このうちのメカニック The long spanners definitely means adjusting the suspension. はいはいはい、辻君どうぞ。今ですね、川端選手は、もうすでにこっちに来ましたんで、ちょっと一言聞いてみますね。取れます、久々だな、なんか。川端さん取れる。いよいよ決勝来ましたよ。はい、決勝戦なんか久しぶり。久しぶり。本当ですよ。どうしようか。ね。あれなんかコメントとかあれなんかあったっけ？何？コメント言うてください。あ、これか。これ。ほら前行って降りてなんか喋るとかって前やってる。ないの。それないんです。今日ないの。それ5年ぐらい前か。そういや今日はないんです。今日は。今日は。楽しい。いやでも目が真剣になってきてる。相当に目が笑ってない。で今日雨降ってますけど、すごいたくさんのお客さんもすごい見えるし、最高の気分です。お、そりゃそうでしょうね。車の熟成具合どうなんですか。もう何もやらないです。やらない。何もやらない。余計なことはしない。現状維持で。現状維持。もうやんなくていい。何もしなくていい。お利口になったね。久々に頑張ってください。そうですね。ここまで来たら、はい、さっきの藤野先輩の分も、次は勝って、締めくくりたいと思います。はい。いやいい表情してる辻君ありがとうございます。はい。横井選手はまだ来ました？はい。横井選手はね、まだこっちまで来てないんですよ。Notice there's a little Insta 360 camera on his helmet. That's interesting. はい、今ですね、音は聞こえてきたんですけど、ちょっとこちらからまだ見えないんですよ。ちょっと見に行ってもらえますかね。マイク届かないですよ。So Kawabata saying that he's really enjoying today. But Suzuki said that your eyes don't match the fact that you said you're having fun. But Kawabata said he's having fun out here today. It's good to be able to perform like this in front of a big crowd. And he feels the car is performing pretty well. じゃあレジェンドの10回目の優勝へめがけていきたいと思いますんで、こんなところじゃ負けられないです。なるほど。僕の優勝を狙いに行きます。わかりました。どうやら何も不安はなさそうだ。なさそうですね。不安なさそうだね。大丈夫だね。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ2台がウォーミングアップに入ります。お願いいたします。これ今の表情を見て、いいですね。どっちもいいし。Someone in chat said you can watch the 360 cam footage on Toyo's YouTube. There you go. Might go and check that out later on. Yokoi coming in there and saying he's not going to lose to the multiple championship winning Kawabata. 嬉しいんでしょうね、やっぱり。なんかね、もうね、ずっとお客さんがいない中でね、去年、おととしとやりましたからね、そういう中での決勝とはまた全然違いますよね。いやー、という中、やっぱりだって 100R からヘアピンに飛び込んでくると、お客さんがすごい、さっき野村さんも言ってましたけど、こんな多くいるの、久々ばいって言ってましたから、それは多分嬉しいんだと思いますよ、本当に。So can we make this 3 hits in the rear in a row for Yokoi? I don't think Kawabata wants to do that. Kawabata doing very well here today. So compared to Yokoi, he looks a lot smoother in these conditions. Yokoi's car a little bit sketchier, a little bit twitchier. Yokoi does have a lot of grip. But it's all about balance when it comes to drift cars. If your car is unbalanced, it can be good when you get it right, but it can be terrible when you get it wrong. So a nice evenly built drift car, you know, the Mario in Super Mario Kart. Some of these cars are, you know, the Donkey Kong or the Peach, balanced fairly hard in one direction or the other. いやドキドキしてまいりました。まず横井、そしてその横に川端正人。Yokoi doing well over the past few seasons,
Kawabata kind of fell off a bit compared to how he used to do. It'd be good to see him win here today. 1本目のスタートです。今シグナル。赤3つ。 All right, here we go. 2022 season D1 Grand Prix. Round 1 here at Fuji Speedway. In front of a huge crowd, this is the final battle. Both champions, Kawabata versus Yokoi. Was that a little miscalculation there by Yokoi? Absolute full send there by Yokoi. Maybe a little bit too much. Look at this, he initiates before Kawabata does, trying to keep his speed up. Now they don't need to start drifting until right there. You can see them go into that. They need to be drifting by the time they come into view of this camera. But when they start, it's kind of up to them. No real problem there with Kawabata's lead run. Now that was a pretty spectacular course out for Yokoi, but it might not be too much of a disadvantage. He will lose points for that, but he didn't spin. And surprisingly, he still kind of kept up. So there you go, it's a 6 to Yokoi for that run. So remember, chase car does not lose points for going off track. So that rule, it kind of makes a bit less sense than it normally would at this track where the track is so well defined. But there's some other tracks, for example at Okuibuki, where the chase car can show better drifting by ignoring track limits. He was very close despite that mistake. So Yokoi's car definitely looks more difficult to control, all the way over there onto the apron. Well, that Sector 3 sign barely got away with its life. Look at this huge difference between them on the transition, but going over the finish line, look, Kawabata there, off accelerated for a long time. Yokoi full hard on the loud pedal to catch back up. So only 1 point difference. So this time Yokoi in the lead. If he goes full send here and nails the run, it's going to be a slam dunk win for him. But Kawabata has been smooth all day. Sledgehammer versus Ninja Sword here. Final battle. Here we go. Yokoi somehow managed to get his grip down. He nailed the run. Left Kawabata behind there. Surprisingly slow run for the chase. Now keep in mind, Yokoi went into this run with a lower score, a 6 to Yokoi, a 7 to Kawabata. Now even if it goes the opposite direction, even if it goes in the opposite direction, it's still going to be an even score.
角度も若干横井選手の方がいいにはいいんですが。 Now the big difference on this particular run, Yokoi right here, look at he's holding his speed all the way through to the finish line. His hairpin speed was much higher than it normally was and much higher than everybody else. At least Yokoi on this run got away with not being run into. This is either going to be a one more time or a very close score. Honestly, I would like to see these guys run again. Okay, we have a result though. Sa final の結果、この2022年 T1 グランプリシリーズ開幕、富士スピードウェイの優勝者が決定ということになりました。今両者が現れましたら結果発表してまいりたいと思います。いやー、もっとこう、ギリギリ感、ドキドキ感はあるかなと思いましたけども、やっぱ決勝だとレベルの高い走りという中で。 So it's not going to be one more time. They did come to a decision. 見えない凄さはあったんでしょうね。そうです。ガチすぎてトップすぎて差は少し出るんですよね。そういうところだったんではないのかな。そんな感じがいたします。そんな結果ということになったんではないかと思います。先に横井選手が来ました。そして GR86 今。 So that big course out there for Yokoi might have been the thing that did it. 降りてきましたら結果発表してまいりたいと思います。まずは横井選手が降りてまいりました。そしてだいぶ本当に今ものすごい湯気が出てますね。もう横井選手から湯気が出てるみたいに。ラジエータが出てきた。そうですか。もう横井選手からもう湯気が出まくった状態に見えたんですけどね、違ったですね。 さあ降りてまいりました。それでは結果発表参ります。 We better get your hat, Yokoi. Sponsor hat quick. T1 グランプリシリーズラウンド1 Winner. 富士スピードウェイ優勝川端正人 And Kawabata managed to get it. That big mistake for Yokoi is probably the thing that did it. Let's see if we can see the final score there. So great result there for Masato Kawabata in the brand new GR86. And in second place, Masashi Yokoi putting on a good show here as well. Getting run into a couple of times and also throwing it down on the sweeper. So there you go, that is round one. Run and done here at Fuji Speedway at the Motor Fan Festa. So good to see Kawabata back in form after several seasons of not doing too well. Brand new build now with the GR86 2JZ. Both his car and Fujino's car looked really good. Should be interesting to see them in the rest of the season. All right, everyone. So that is the end of the action here for D1 Grand Prix at Fuji Speedway. Now, this stream will continue running. They will do the awards ceremony in about half an hour from now. If you do want to stick around for that, you can, if you're interested in that sort of thing. But the commentary for the actual drifting itself is done for now. So thank you very, very much, everybody who watched today. We're ending a little bit early today. Should be good for our North American viewers who are here. Also our Australasia viewers, Oceania viewers.
get the rest of the afternoon off to do whatever you want. So that's the beginning of the season here at D1 Grand Prix. Bit of a shame we didn't get to show Naoki Nakamura's new car. I really wanted you guys to see that. But we will be back at Okuibuki for round 2 and 3. That will be June 11th and 12th on this channel. So if you're new to D1 Grand Prix, you'd like to catch it again, make sure you subscribe to this channel, and it will let you know when we are doing a live stream again. Also, if you'd like to know when the rounds will be on, you can go to G1GPSE, which is on Instagram. If you just search for D1GP, it should show up. Also, if you follow me on Instagram, Noriero, Alexi from Noriero on YouTube, I usually post when stuff is coming up. And I'll be doing the live stream again this year from all rounds. So looking forward to your company at future D1 Grand Prix rounds as well. So if you want to put it in your calendar, if you've got your phone out, just put it in your calendar there. June 11th and 12th. That's Japan time. So Japan, that's Saturday and Sunday. American time zone, that would be Friday night, Saturday night. And in Europe, that would be very early Saturday and very early Sunday morning. So if you get up on Saturday and Sunday in Europe, it will probably be on. Normally this time of day is when we have the midday break after qualifying. So we usually start a bit later now. So I just saw someone say it's 4 a.m. in Ireland. Yeah, so usually the battles will be first thing in the morning in Europe, in the evening in the Americas, and roughly the same time in Oceania, Australasia. All right, everyone, once again, I appreciate you all being here. Thank you very much for helping make the English D1 Grand Prix live stream a thing. It's because of you guys that keep asking me back to do this again and again. I really enjoy having an excuse to come out here and see this. Now, I actually did a live stream earlier today on twitch.tv/Noriero Japan. If you want to see more of what's going on out here today, and also a fairly long segment with some of the race queens who are here today. That's on there as well. Twitch.tv/Noriero Japan. The VOD is up there. So we'll leave it there for now. The live stream will continue to run if you want to watch it. But I am done here today for the commentary. So once again, I appreciate you all for being here. Thank you so much. I hope you really enjoyed it. Despite it being wet conditions, it would be really cool to see a lot of smoke and higher speeds here at Fuji Speedway. Unfortunately, the weather conspired against us. But I'll see you again at the next round at Okuibuki, June 11th and 12th. And I'll see you next time. So I'll leave you with the live stream for now. If you want to switch off, that's cool. I understand. They will be doing the awards ceremony in about half an hour from now if you want to watch it for whatever reason. But until next time, we'll leave it there. So once again, thanks for watching. See you next time. By the way, if you're here on YouTube, I uploaded a new video on Noriero YouTube the other day. It's about half an hour long. We go on a really nice cruise out to Okutama in my friend Mitsumori's Skyline. So if you just want to watch something and chill, it's probably the best thing for that. Actually, you know what I'm going to do? I'm going to be cheeky, and I'm going to put it in chat. There you go. Plug. Self-plug. Go and watch that video. There you go. I'll do it again. Click on this. Self-plug. All right, everyone. I appreciate you all. Thank you so much. See you next time. Bye for now. Bye-bye.
リフト舐めてんのか。舐めてないです。僕これでもゲームでは日本一なんで。いつも通りゲームだと思ってさ。ふざけやがって。勝ち抜いてこいよ。限界を決めるな。自分を超えろ。アライブフーン。
D1 グランプリ2022年第1戦の表彰式を行います。では、学さん、はい、お願いします。はい。さあ、というところで、かなり雨がね、激しい中、これマシンの方も決勝を戦った3台、そして3位の車もね、並んでおりますけれども、早速表彰式、参りたいと思いますが、さあ、それでは発表してまいりましょう。今回の 2022G1 グランプリシリーズラウンド1富士スピードウェイ、まず優勝したのは川端正人選手です。やったー、久々。川端選手、どうぞステージにお上がりください。はい、おめでとうございます。見事に久々の優勝というところで開幕戦を制した川端選手。はい、続いて順位だけ言ってっていいのかな。はい、いや先にですね、トロフィーとお渡しいたします。はい、それではお願いいたします。まずこのツイスト優勝されました川端選手には大会審査委員長上本さんからトロフィーが授与されます。上本さん、お願いします。上本さん、ではまずトロフィーからお願いいたします。あ、今年変わったんですね。すごい、ほんまや。そうなんです。はい。あ、なんか正面あるです。はい、チャンピオンベルトなくなりましたから。おめでとうございます。おお。ちょっと正面に写真でお願いし、写真もお願いします。いや一緒にこう、はい。渡してる感じお願いします。はい、お写真 OK でしょうか。はい、ではですね、引き続き上本さん、賞金100万円の授与をお願いいたします。優勝川端選手には賞金100万円です。おめでとうございます。車のローンが返せるあの車高いですよね。いいね。はい、お写真 OK でしょうか。では金メダルの授与です。はい、おめでとうございます。はい、そしてですね、優勝チーム東洋タイヤドリフトには優勝チームということで、上本さんより優勝トロフィー、あ、これはどうします？はい、じゃあ下田さんから。あ、下田さんから、じゃあ、下田さんからトロフィーをお願いします。チームに、はい、今大会の優勝チーム、はい、川端選手のチーム東洋タイヤドリフト、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ネクスト10イヤーズの広報部長からおめでとうございました。はい、そしてはい、続いて、副賞になります。副賞は利根株式会社取締役平尾さんよりお願いいたします。今回はですね、ハイパーウォームモンキーレンチ、それからツールバッグが贈られます。ハイパーウォームモンキーレンチは究極の進化系、ガタが少ないモンキーレンチ、機能から生まれたデザインも魅力です。じゃあ皆さんこっちからいいですか。すみません。これモンキーレンチって言うのこれ。何に使うんですかこれ。ゴリラレンチだろこれ。はい。本当にでかいわ。では平尾さんからおめでとうございます。そして、ツールバッグ、ガマ口状に口が開くので物の出し入れがしやすく収納運搬に便利、ボストンタイプのツールバッグになります。はい、では記念撮影もお願いいたします。モンキー持ちましょう。すごい絵ですねこれ。すごいね。なんだろうって感じだけど、いい絵ですね。こちらいただけますか。はい。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。平尾さん、ありがとうございました。はい、続きまして、では準優勝の発表を丸尾さんお願いします。さあ、今回の開幕戦ラウンド1富士スピードウェイ第2位は横井正史選手です。横井選手、ステージにお上がりください。はい、ちょっと悔しい準優勝というところだと思います。はい、どうぞ。はい、では横井選手には上本さんより賞金30万円と銀メダルの授与です。まずは賞金30万円からお願いいたします。おめでとうございます。はい、記念撮影お願いいたします。OK でしょうか。はい、
では続いて銀メダルもお願いいたします。はい、第2位おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、ではまなぶさん、第3位の表彰参ります。はい、今回の開幕ラウンド1富士スピードウェイ第3位藤野秀幸選手です。はい、藤野選手、ステージにお上がりください。はい、おめでとうございます。はい、第3位藤野選手です。藤野選手にも、メダルの授与ですね、谷本さんお願いいたします。銅メダルが贈られます。はい、おめでとうございます。記念撮影もお願いします。はい、それで、単走優勝の表彰も引き続き、はい、それでは単走優勝発表お願いいたします。それでは単走優勝はやはりこの方でした。それによって3位というところを取りました単走優勝、藤野秀幸選手です。おめでとうございます。単走優勝、藤野選手には金メダルが野村さんから贈られます。はい、キャンメダルじゃない、金ね、金。誰じゃない、誰じゃない、誰。はい、野村さん記念撮影お願いします。はい、はい、単走優勝、藤野選手で金メダルの授与が終わりまして、今度は副賞になります。副賞は利根株式会社取締役平尾さんからハイパーウォームモンキーレンチとツールバッグの授与です。はい、では平尾さんお願いします。藤野さんに、はい、藤野さんに、はい。究極の進化系のモンキーレンチ、そしてレンチの話です。すみません。それからボストンタイプのツールバッグが贈られます。記念撮影お願いいたします。はい、カメラの方 OK でしょうか。はい、平尾さんありがとうございました。続きましてベストメンテナンス賞の発表でございます。この賞はですね、D1 グランプリの車検を優秀な成績で通過した車に贈られます。では、学さん、発表お願いします。ベストメンテナンス賞、ゼッケン30番、チーム TNR 中田哲郎選手のチームです。おめでとうございます。中田選手、濁るんですよね、ターは。中田選手。あ、じゃあちょっとここ来ようか。はい、どうぞ。はい、中田選手にはですね、こちらは利根株式会社平尾様より同じくハイパーウォームモンキーレンチ、それから、ボストンタイプ型のツールバッグが贈られます。はい、おめでとうございます。進出も果たしました。はい、利根さんの工具をいろんなもうデザインがありまして、総合工具メーカーの利根さんから副賞の授与です。では一緒に記念撮影をお願いいたします。中田さん。はい、OK でしょうか。平尾さんありがとうございました。そしたらですね、はい、中田選手と横井選手にこう抹消変わってもらって、選手だけで記念撮影というのがありますので、はい、ちょっと真ん中に寄ってください。はい、藤野さんとよ、はい、中田さんがベストメンテナンスです。優秀な成績で通過したということ。はい、では選手だけの写真撮影です。はい、よろしいですか。いっちゃいます。はい、こんなです。はい。ありがとうございます。野村さんがね、モンキーが映ってる。こちらお願いします。ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。それでは丸尾さん、はい、チャンピオンインタビューをお願いいたします。ではマイクの方お願いいたします。さあ、ということで見事にですね、久々にちょっとこの前を通過させていただきます。ごめんなさい、本当にね。もう久々って言えばないんですけどね、2年ぶりなんだけど、何か去年がちょっとね、パッとしないような感じもあったんで、ね、なんか久々に感じてしまうんですけども、はい、見事に。まずはこの GR86 新車での開幕優勝、はい、お見事おめでとうございます。はい、ありがとうございます。嬉しい。いやですよね。できすぎ。いや本当そうじゃないですか。新車投入で、はい、ちょっとねトラブルとかも出るのかなとか、ね、乗り慣れるまで、はい、はい、少し時間がかかるのかなって思ってたんですけども、はい、
車車両製作は、富士の先輩の、会社ビステリアで、製作していただいて、あそこにチームが全員いますけども、あの辺りを仲良しグループ兼すごい真剣に取り組む、いい仲間がいて、徹夜に次ぐ徹夜で作って、でなかなかシェイクダウンもできずにちょっと転がしただけで持ってきたマシン、もう信用しきってあとはもう乗るだけだったので、だから今回は、川端さんのリクエストはあまり入れずに全部任せたって聞きましたけど、ほぼもう車見るときにこうなってるんだっていう状態ですが、でそれをただ乗ったら結果こうなった、結果こうなりました。いう最高の結果で終えた。いや、結果からいくともう最高ですね。ですよね。ただ走りとしても今日のセミファイナルベスト4での一組目、ここの2人が走ることになりました。あの時は何か作戦でも何かあったんですか？いや、もう作戦もそうですけど、こんなに D1 が楽しいのかって改めて思って。でもガチで言ってるわけですよね。もちろんガチです。で最初の1本目の川端選手の後追いはもう完璧なまでの後追い。その距離感とか返しとかっていうのは、もうちょっとやりたいこともあったんですけど、でも今日一でしたよ。十分ですね。もう多分チーム東洋タイヤドリフトとしても GR86 としてもプロモーションに使えるぐらいに美しいその後追いの走りを。もう1本目終わった後、無線つながってるんですけど、結構来るねみたいな感じで言ってたんですか？言ってたんで、逆にいけなかったですね。入れ替えの2本目は届かなかったね。ってことはちょっと早かった。なるほど。全く車の同じ足を出してタイヤも同じだけども、その違いはちょっとあった。ちょっと複雑だった。逆にいうところだった。ただこれで開幕まず優勝を決めました。そうなりますと2022年 DR86 でちょっといいスタートダッシュを決められそうな感じなんですが、いやもちろんこの状態をですねやっぱりキープするのが大事だと思うんで、そこはもうチームみんなと、全力で戦っていきたいと思ってます。ぜひそうしていただきたい。ちょうど2年前に優勝した開幕、それも開幕優勝だった、それも確か新車だったような気がいたしますので、その後がどんどん悪くなっていった感じがありますので、それはね一番に自分が思いそうですね、一番思い出した、ということは今年は違う。それはやっぱり変えていかないといけないところなので、そこはきっちり変えていかないと。なるほど。というところで次戦も本当にね期待しておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。悔しいだろう2位の横井さんに話を聞きたいんですけど時間がないということでございますので、横井さんもうこれは必ず次に頑張っていただきたいというところで締めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、スパークリングセレモニー行きますけども、今日はステージまだこの後使うので、開けるのなしで渡すだけでお願いいたします。じゃあ渡すだけで、シャンパンファイトはできない。できないんですよ。じゃあそれを持った撮影をするというところです。そうです。シャンパンを持ってステージ上で撮影を。じゃあ渡してください。後ろから渡すのは日本でちょっとでこれ終わったらですね、映画「アライブ・フーン」そうここトークショーがあるということで、やった久々に川端美味しい酒が飲めそうだな。奥の松中郎さんの今日のスパークリング。それでは写真撮影お願いいたします。こちらお願いします。チーズ。さあということでですね、今回のラウンド1、まずは優勝は川端正人選手、そして第2位に横井正史選手、第3位が藤野秀幸選手、第4位に末永正夫選手、第5位上尾勝弘選手、
第6位に尾藤弘樹選手、はい、第7位に岩井照義選手、はい、第8位に中田哲郎選手と、はい、いう結果となりました。そしてさらに、はい、ランキングの方なんですが、実は単勝のポイントがありますので、なるほど、若干変わってきます。まずはシリーズ、現在もちろんトップは川端正夫選手、そしてランキング2位は藤野秀幸選手。なるほど。今のところ現在ランキングはシリーズ1、2で、そして第3位に横井正史選手、はい、そして第4位に末永正夫選手、はい、第5位に上尾勝弘選手、6位尾藤弘樹選手、7位岩井照義選手、8位北岡選手と、はい、いうことになっております。はい、単走ポイントを含めて加算されておりますので、若干シリーズの方が変わってきているということになりますが、もちろんまだ開幕戦が終わっただけ、はい、この後の6月11、12日、はい、滋賀県は奥伊吹で、はい、ラウンド2、ラウンド3が行われるということになります。はい、もう深くうなずいてる横井は、もう絶対なんとしてもこの奥伊吹だけはね、勝ちたいという思いも強いでしょうけど、それ以外のね、はい、おそらく強豪ドライバーたち、下田選手もね含めて頑張らなきゃいけないという戦いが6月11、12日に待ち受けてるということで、そちらの方も楽しみにしていただきたいというところでございます。はい、ということで以上 D1 グランプリの表彰式でございました。皆さん今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。はい、選手の皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、プレゼンターの皆さんありがとうございました。本当にね、雨がすごい中、はい、ね、傘ささなきゃいけないぐらいの中で芝生席のところで見ていただきまして、皆さん本当にどうもありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。終えたんでね、第2戦、第3戦もぜひ、よろしくお願いします。初めて見た方もぜひまた見に来てほしいですね。ガラッと変わるかもしれませんからね、ランキングの方がね。はい。そしてこの後ステージではあらゆる分の、トークショーを行いますので、皆さん今しばらくお待ちください。ありがとうございました。ありがとうございました。